皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からのリクエストにお答えして、家電量販店最大手のヤマダホールディングスの点検を行います。家電を売るだけでなく、家具や家そのものまで提案する暮らし丸ごと戦略へのシフトを進めており、足元の決算では将来に向けた大きな動きがありました。これから増収増益は可能なの？下値が硬い理由は？といった疑問にもしっかり答えていきますので、一緒に確認していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検のんびり点検シートです。まずは安全確認のための初動点検です。配当利回り約 3.1%、 こちらは合格です。稼ぐ力を示す ROE は 2.3%、 不合格です。自己資本比率倒産しにくさを示す指標は 48.6%、 惜しいですが不合格です。配当成功利益のどれだけを配当に回しているかは 77.4%、 不合格です。ただし本業での現金の出入りを示す営業キャッシュフローはしっかり498億円のプラスとなっており、日々の事業は問題なく回っています。次に事業内容の点検、稼ぎの柱です。続いて何で稼いでいるのかを点検します。最新の売上構成比を見ると、主力の電気事業が 77%、 家づくりなどを担う住建事業が 19%、 環境事業が 3% となっています。ヤマダの強みは単なる家電量販店からの脱却です。家電に加えて家具やリフォーム、さらには住宅ローンなどの金融まで提供する暮らし丸ごと戦略を進めています。生活のすべてを自社グループのヤマダ経済圏で囲い込む、他社には真似できないビジネスモデルが武器です。次に過去5年間の業績の軌跡点検です。ここ5年間の業績のトレンドを見てみましょう。売上高は1兆6000億円前後で底堅く推移していますが、本業の儲けである営業利益は2022年3月の657億円から直近の2026年3月には162億円へと大きく落ち込んでいます。これ大丈夫なの？と不安になるかもしれませんが、実はこれ将来に向けた前向きな大掃除が理由です。利益率の高い自社開発のオリジナル商品 PBSPA を売り場に広げるため、約240億円という大きな費用をかけて古い在庫を一気に処分したのです。この膿を出し切ったことで身軽になり、来期以降は大きく稼ぐ V 字回復のストーリーが描かれています。次は財務の深掘り点検です。会社のすべての財産である総資産は1兆3039億円。そのうちすぐに使える体力である現金は382億円持っています。一方で利息をつけて返さなければならない借金有利子負債は3966億円です。会社の貯金箱の強さを示す自己資本比率は 48.6%。 点検シートの基準である 50% には一歩届きませんでしたが、大企業としては十分に倒産しにくいがっちりとした足腰を持っています。さらにこの巨大な資産をスリム化し、より効率よく利益を生み出すための改革にも着手しています。次に還元姿勢の点検です。私たちが一番気になる配当の推移を見てみましょう。過去の配当金は18円、12円、13円、13円と推移してきましたが、直近の2026年3月には17円へと一気に増配してくれました。来期の2027年3月にも17円を維持する予想を出しています。会社としては配当成功 40% を目安にするという方針を掲げており、来期の業績予想に対しては配当成功 40.6% と宣言通りの手厚い還元を計画しています。続いて直近決算と将来目標です。直近の2026年3月の決算は売上高が1兆6918億円で前期比 3.9% のプラス、営業利益が162億円で前期比 62.2% のマイナスでした。先ほど触れた通り240億円規模の戦略的な在庫処分という生み出しを行ったため利益が大きくへこみました。
しかしご安心ください。会社は来期売上高1兆7800億円 5.2% 増、営業利益515億円 218.6% 増という大幅な増収増益の V 字回復を予想しています。在庫処分で空いたスペースに高粗利な自社商品を並べ、大型店舗ライフセレクトの出店を加速させるという明確な成長シナリオがあります。さらに稼ぐ力 ROE を2030年に 8.5% まで引き上げるため、約1300億円規模の不要な資産を売却し、成長投資や1000億円目標の自社株買いに回すという本気の資本効率改善策を打ち出しています。次はチャート需給点検です。現在の株価は540円付近で推移しています。500円を割るのではと心配な方もいるかもしれませんが、私は下値は非常に硬いと考えています。その理由は3つです。1つ目は在庫処分という悪材料を出し切り、来期の V 字回復予想が出たこと。2つ目は配当17円と優待1500円分を合わせると、仮に株価500円まで下がれば総合利回りが 6.4% に達し、強烈な買い支えが入ること。そして3つ目は会社が目標とする1000億円の自社株買いという強力な防波堤があるためです。最後に結論、のんびりの判定です。過去の膿を出し切る大掃除を終え、ここからの V 字回復と資本効率の改善準備が完全に整った銘柄と言えます。具体的な投資戦略としては、下値不安が極めて限定的なため、少し株価が落ち着いた520円から530円のラインに指し値を置いて安全に拾っていくのが良さそうです。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら、忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。